石川県の山中温泉はこんな素晴らしい場所でした。鎌倉時代から続く老舗のおもてなし、食事も美味しくて、温泉で肌が10歳若返りました。こんにちは、ドラ旅です。石川県を3泊4日で巡る旅の2日目は、石川県南部にある加賀温泉郷山中温泉にやってきました。金沢から車で1時間。本日のお宿は白鷺湯俵屋さんです。創業800年の老舗旅館で、渓谷の景観、絶品の加賀懐石、たっぷりの湯量で美肌になる温泉、とっても魅力的な旅館でした。浴衣もたくさんありますね。どれにしようか迷っちゃいます。加賀市にある開湯1300年の温泉地、松尾芭蕉も推していて、奥の細道では9日間も滞在したそうです。今日お世話になるお部屋がこちら。なんといってもこの窓からの景色、窓から見える角仙渓は北陸随一の絶景スポットです。部屋にある謎のスペースで川のせせらぎをぼーっと聞いて過ごす時間は本当に贅沢ですね。冷蔵庫には水のサービスが2本。トイレは奥に広めで使いやすかったですね。基本的なアメニティは部屋に全部あって、チャビスも基本を抑えています。エアコンはすごく冷えました。使わないと思うのですが、バスルームも備えています。山中温泉に来たら、ここは訪れてほしいというところがあります。それが加賀威力園です。もともとは老舗旅館吉野家の第二別荘だった建物を改修して、2024年4月にオープンしています。この湯気街道を歩くのも楽しそうです。雨の温泉街の雰囲気、いいですよね。さあ着きました。明治時代の近代和風建築の雰囲気が残っていて、建物そのものに価値があるんですよね。正面から入って右の建物から出てくる順路になっています。現在この別荘だった部分、加賀市の所有になってまして、大規模な改修工事を終えまして、加賀威力園として改めてオープンしております。1階では山中温泉と吉野家緑園の歴史、ここが旅館として使われていた時の歴史ですね。中では昭和天皇が使用した食器、家具もあって、静かに温泉地の文化に触れることができました。
およそ30分ほどで見れました。昭和天皇や文豪が滞在した迎賓館に実際に入ることができたのは山中温泉だからこその体験ですね。庭園美に浸った後、気分が高揚したまま夕食に行きましょう。そうだ、加賀懐石について少しご案内しましょそうね。この加賀懐石は加賀藩前田家の時代から受け継がれる茶の湯や武家文化が元になっていて、空間のしつらえも含めてお客様をもてなす一期一会の精神が息づいているの。加賀料理といえば鴨肉と加賀野菜をとろみをつけて煮込んだ郷土料理治部煮がとにかく有名だよね。のどぐろやカニ、山菜、レンコンといった北陸らしい豊かな食材がふんだんに使われているのも特徴ね。冬なら香箱ガニ、お祝いの席を彩るタイのから蒸しなんかもある、すごく豊かな食文化なんです。そして九谷焼や山中漆器といった美しい伝統工芸の器も含めた見た目の美しさも大切な料理の一部。もう食べる前から五感のすべてが満たされるような贅沢な時間ですね。今日のお刺身なんですけれど、手前が水だことなっております。赤いのが梅肉です。はい、そして甘エビ、タイ、ブリとなっております。美味しそう。うわ、鮮度抜群。本当美味しい。大きい。いただきます。あ、うまっ。美味しい。で、はい、失礼いたします。すごい。いいんですか？もちろんです。こっちの方がもう本当さっきびっくりしちゃって。なんと石川県でドラ旅夫婦と同じ山口県の人に会えたんです。しかも美味しいお酒までご馳走していただきました。遠い地で同郷に会えた時って一瞬で距離感が縮まって感動しますよね。奇跡のような出会いでした。これが治部煮ですね。美味しそう。ああ、美味しいね。なんか似たようなものがあるよね。これわさびだ。わさびをこうやって乗せて、里芋だと思うんですけど、ああ、美味しいな。これもわさびがですね、とても合います。能登牛プレミアムのローストビーフですね。お肉屋さんで、豚バラの超薄切りでお願いしますって言ってしてもらうんですよ。はい、だからもう野菜を巻いて、これはしゃぶしゃぶなんで、すき焼きなんですけど、本当に美味しいです。石川県産コシヒカリ、柔らかくてもっちりして美味しすぎますね。バラの超薄切りでお願いしますって言ってしてもらうんですよ。はい、だからもうささってやるだけで本当に美味しいです。真っ白なご飯とすき焼き、
これは箸が止まりませんね。わかります。白鷺湯俵屋に泊まるなら夕食と朝食付きのプランで堪能してくださいね。とにかくお料理が美味しいんです。俵屋の名前の由来は、昔泊まった人が宿泊料をお金ではなく米で支払うことが多くて、玄関先にたくさんの米俵が積まれていたことに由来してるそうです。そこの醤油はお風呂本当入るだけでボディーソープとかついてないんですけど、これ割引。そういうのチケットもいただきました。ありがとうございます。夜のお部屋から見える渓谷はこんな感じです。大浴場に入浴した後は貸切湯にも行きました。家族4人くらいで利用できるくらい広いですね。温泉は源泉かけ流しでした。温泉は無色透明で肌を包み込むような柔らかな湯触りでした。ほんと気持ちいい。お風呂上がりはアイスやお水が嬉しいですね。おはようございます。よく眠った朝は旅館の楽しみの一つ、朝食ですね。朝食は朝7時半から9時半。和定食のかご入り娘。かご入り娘ってなんだろうと思って調べたら、私みたいに大切に育てられた娘を意味する箱入り娘の言葉にかけて、宿特製の華やかな和定食のことでした。文字通り本当に箱に入ってます。白い器の方は洋風の茶碗蒸しでフランと言います。生地に生クリーム入ってまして、上にのりあんがかかってます。赤色のスプーンでお召し上がりくださいませ。こちらがんもどきとかがのお野菜とのどぐろの一夜干しとなっております。でこちら漬けだれになります。ごぼうと柚子のドレッシング、真ん中は能登塩で能登牛のお味噌となっております。朝からこれは贅沢だよ。浴衣を着たままちょっと眠い感じでいただく朝食。これで一日元気に旅できますね。夕食も美味しかったけど、朝食も手が込んでて素晴らしいですね。地元石川県のお野菜などたくさん使っているのは満足感が高いし、お料理の完成度も高いです。
昨日入った大浴場の撮影の許可をいただきましたので入ってみたいと思います。この半露天の温泉は最高でした。すごく気持ちよかったですね。午前と午後で男女入れ替えで、今回行った時は女性側の露天風呂が豪華でした。お風呂すっごく気持ちよかったです。お土産のニャーニャーまんじゅうを買いました。黒糖の風味が強くて甘さはまろやかです。でも、ニャーニャーってどういう意味？ありがとうございました。山中温泉総湯の菊の湯に来ました。男湯と女湯は離れた場所にあって、こちらが男湯、左の建物が女湯でした。どちらも共同浴場で、中は広い浴槽でしたね。深さは1メートルぐらいあって、中腰で入るのが印象的でした。湯気街道は温泉街の中心にあって約600メートルの散策スポットです。山中温泉の湯元となる12軒を湯元12軒と呼ぶそうなのですが、今残っているのは白鷺湯俵屋1軒のみなんです。800年にわたり山中温泉の歴史をつないできた温泉宿。ずっと続いてきたのは、お料理や温泉が支持され続けたのはもちろんですが、そこで働く人の心からのおもてなしがあったからだと思いますね。料金は2人で4万1000円。大満足の素晴らしい旅館でした。次は金沢に戻りながら小松市や白山市、そして海沿いをドライブしようと思います。次回もお楽しみに。